はい、皆さんこんにちは。不動産 YouTuber のハッシーです。いつもご視聴いただきありがとうございます。本日は京都市右京区より新築物件の室内をご紹介させていただきます。撮影のご依頼をいただいたのは京都市中京区の不動産会社レイバーランドさんになります。この度はご依頼いただきありがとうございます。そして今回の物件スペックは土地面積は約20坪、やや小さめの土地になります。建物は令和5年3月、今月完成したところです。建坪は約30坪ある 4LDK で、床面積や広いシンプルな3階建てになります。室内よりもどちらかというと飲食店、買い物施設が多く、生活環境としては便利な立地が目を引く物件となっておりますが、そこは Google 先生でご確認を。気になる販売条件は概要欄のリンクからご参照ください。そんなわけで本日は京都市右京区より新築物件の室内をお届けさせていただきます。ぜひ最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。それでは行ってみよう。はい、ということで本日ご紹介させていただく新築のお住まいがこちらになります。まずは外回りのご紹介からさせていただきます。前面道路がこちら、幅員が 3.6 メーターの東向きとなっております。駐車場はこちらになるんですけれども、普通車は十分1台止めていただけますね。手前に電柱があるんで、少しここはね、駐車するときには気にかけていただく必要があるかなといった感じです。お車を止めていただくと、ここにね、システム門柱があるんですけども、この空いてるスペースにバイクや自転車は十分置いていただけそうですね。あと、こういった形で、躯体部分の屋根がついているので、車から降りていただいたときに雨に濡れることなくお住まいに入っていただけるようなお住まいにはなっているかと思います。ということで、早速室内をご紹介させていただきます。オープン。はい、こちらが玄関になるんですけれども、玄関は比較的広いですね。で、入り口に今回シューズボックスはついてないんですけども、あちらの折れ戸がシューズクロックになっております。この空いてるスペースにはコートハンガーをね、置いていただいて、外出用のコートをかけていただいたり、ゴルフバッグを置いていただくのもいいかもしれませんね。そしてこちらが開けていただくと、高さの調整をしていただく可動棚がついたシューズクロックという形になっております。ここまで靴をお持ちじゃない方もね、多いとは思うんですけども、それ以外のものもね、十分置いていただけるようなスペースとなっております。そしてその対面のこちらの引き戸なんですけども、こちらにつきましては、はい、1階のトイレスペースですね。蓋が自動で開くタイプなんですね。一応このボタンを押すと、はい、閉まるようになっております。手洗いもですね、こちらで押していただくと出せるようなタイプになってますね。ちょうど階段の下の部分のトイレスペースとなっております。そしてこちらの引き戸開けていただくと、こちらは約 2.5 畳ほどある洗面室スペースになっております。比較的広いですね。通常は2畳ぐらいの広さなんですけども、今回はちょっと奥行きがあるタイプになっておりまして、洗面化粧台は三面鏡タイプのパナソニック製の商品となっております。鏡については、はい、こちら。後ろは収納スペースになっておりまして、中にコンセントが今回2つついてますね。そして左手の方は下の部分にコンセントが1つついております。あとここにね、チャイルドミラーがついてるんですね。はい。で、ヘッドは伸ばしていただけます。あと、ここは片開きで、ここはスライド収納になってますね。洗濯機は洗濯板がないタイプなんですけれども、置いていただいても、ここにね、スペースが空いてくると思うんで、ニトリ等で収納ラックなんかを置いていただくと良さそうですね。そしてこちらが1階のユニットバスになっております。一坪タイプになっておりまして、上につきましては電気式のタイプなんですが、浴室暖房乾燥機がついております。お風呂は半身浴ができるタイプになってますね。シャワーヘッドも大きいタイプですけども、お好みに合わせて
交換していただいてもいいかと思います。お風呂はこちら、追い焚きができるタイプになっているという形です。一旦廊下に戻りまして、こちら奥の扉開けていただきますと、こちらは1階の洋室スペース約 5.2 畳になっております。こちらのお部屋につきましては、照明がないと少し暗いお部屋になってまして、窓はこちらにあるんですけれども、北側になっております。北側については、はい、開けていただくと、お隣の壁になってまして、家同士の間隔はね、これぐらいしか空いてないんで、ちょっと日差しをね、望むっていうことは難しいお部屋になっているので、納戸みたいな形のお部屋になっております。ただし、収納スペースが結構豊富でして、こちらのおレドを開けていただきますと、広さでいくと、はい、こちら、約 1.5 畳ほどの収納スペースになっております。続きまして2階のお部屋のご紹介なんですが、こちらの2階に上がっていただく階段、実はかなり緩やかなんですね。非常に登りやすい階段となっております。3階建てなので階段がね、緩やかなのはすごくありがたいですね。そして上がっていただきますと、こちら正面にもう一つトイレがあるんですね。はい。で、こちらも、はい、自動で蓋が開くタイプになっております。トイレの仕様としましては1階と同じものになっております。それでは、メインとなりますリビングをご紹介させていただきます。はい、こちらが約 18.4 畳のリビングダイニングキッチンとなっております。いやー、かなり広いですね。広いのですごく声が反響しますね。はい、それぐらい広いリビングスペースとなっております。まず奥からご紹介させていただくと、こちらがダイニングスペースになるかと思うんですが、今回床暖房につきましては、このダイニング部分に一つついているそうです。そしてその奥進んでいただきますと、こちらがキッチンスペースですね。はい。キッチンにつきましては、パナソニックのシステムキッチンとなっております。はい。ここのヘッドは伸ばしていただけて、はい。ステンレスの流しと人工大理石の天板、そしてセンサー付きの3つ口のガスコンロになっております。収納につきましては、当然スライド収納なんですけれども、はい、ソフトクローズドアになっております。食洗機もついてるんですが、今回も朝型タイプですね。はい、お鍋とかは別に洗っていただく形になるかと思います。はい、でキッチンで立っていただいた時のリビングはこのような形で、はい、全体を見渡すことができるような形になってますね。冷蔵庫につきましてはこの奥に置いていただく形になっております。置いていただいた後に空いているスペースにカップボードを置いていただくといった形になっております。はい、小窓があるんですけども、こちらが西側であちらが南側になっておりまして、はい、その奥ですね。このスペースがリビングスペースになるかと思うんですけども、おそらくこちらの壁にソファーを置いていただいて、テレビ台はこちら側の壁に置いていただくような形になるかと思います。バルコニーが2階にあるんですけれども、ここのバルコニーがかなり広くてですね、このような形で奥行きと横幅のある使い勝手の良さそうなバルコニースペースになっております。3階建てなので、1階で洗濯物を回していただいて、2階で干していただくことができますので、3階まで持って上がらなくていいっていう部分は便利かもしれませんね。それでは続いて3階のお部屋のご紹介なんですけども、ちなみに2階のリビングにつきましては、1階から2階、2階から3階に上がっていただく階段の前にはこういった引き戸がついているので、熱効率としてですね、はい、熱が逃げないという部分が良さそうですね。で、開けていただくと、すぐ正面に収納スペースが実はありまして、開けていただくと中身はこんな感じになっております。はい、可動式の棚がついているタイプですね。
でこちらが階段なんですけども、ここの階段の傾斜も1階と同じくかなり緩やかな階段になっておりますので、あまり苦もなく上がっていただけるんではないでしょうか。そして上がっていただきましたら扉が3つありまして、こちらの正面の扉開けさせていただくと、こちらは約 3.9 畳ほどの洋室になっているんですが、ファミリークロークみたいな形で使っていただいても良さそうですし、あとは書斎みたいな形で使っていただいても良さそうですね。窓が北側になるんですけども、お隣が2階建てなので、今現在は抜けているので、お隣に屋根が見えてますけどね。で、エアコンがですね、こちらにつけていただくんですけども、室外機のこのね、もう配管が埋め込みになってます。理由としましては、こちら見ていただくと、お隣さんとのもうスペースがないので、下までね、もう配管を事前に通していただいてるんですね。これは結構、狭小地ではよくあるパターンになっているかと思います。そしてこちらのお部屋につきましては、約 5.1 畳の洋室になっております。こちらについては窓が東側なので、朝日が入るお部屋となっております。収納スペースにつきましては、1階と同じく約 1.5 畳のクローゼットタイプの収納となっております。開けていただくとこんな感じですね。かなり収納が多い建物ですね、今回のお住まいは。で、掃き出し窓があって、こちらもバルコニーがあるんですが、2階と違って奥行きがそんなにないタイプ、一般的な感じの広さのバルコニーになっております。3階から見た周りの景色はこのような形で、ご覧いただいてもお分かりいただけるかのような、住宅密集地ではあります。それでは最後がこちらのお部屋になります。この白い扉を開けていただきますと、こちらは約 6.9 畳の洋室になっております。寝室みたいな形ですかね。入っていただくとかなり広くてですね、こちらについては収納スペースはもう開けさせていただいてるんですが、先ほどのお部屋と同じ 1.5 畳ほどのクローゼットタイプの収納がありまして、もう一つこちらにも収納がついてるんですね。で、こちら開けていただきますと、こちらについてはちょうど階段の上の部分になりますので、一旦ちょっとここの部分がかさ上げされてますね。上には棚がついてるので、箱とかをね、置いていただくことができそうです。窓につきましては、今回はこちら北側の窓のみになっているんですけども、こちらも覗いていただくと、このような形で、2階建てのお住まいが多い住宅地なので、今現在は抜けている感じになっています。ただし、お隣のお住まい等が取り壊しをされてですね、建て替えなされた場合は少し眺望が変わるかもしれません。ということで、以上がですね、京都市右京区西京極にございます3階建ての新築物件の室内となっております。ということでいかがでしたでしょうか。今回の新築は一般的な建て売り物件という感じでしたね。こういった新築の方が逆にご自身でいろいろコーディネートを楽しみたいという方にはいいかもしれませんね。最近なら100均でもいろいろ室内を飾るアイテムをたくさん売っているので、そういうのが好きな人に購入いただいて、アフター後に室内をぜひ見せてもらいたいなという感じでしたね。間取り面でいうと、2階に広めのバルコニーがあるので、1階から3階まで洗濯物を持って上がらなくていい。キッチンで料理をしている時に急な雨が降り出してもすぐに対応できる動線は加点ポイントではないでしょうか。ただ住宅密集地であるので、他の家からの目線は否めません。前面道路も幅員が4メーター弱なので、決して広いとは言えませんが、逆に通り抜けされるような道路ではない分、静かではあると言えますね。あとはスーパーやホームセンター、その他飲食店が豊富にあるので、住むには不自由しない環境だと思います。そんなわけで本日は京都市右京区より新築一戸建てをご紹介させていただきました。動画をご視聴いただき、実際に内覧してみたいと思っていただけましたらこちら。
弊社のフリーダイヤルまたは LINE 公式アカウントよりお問い合わせください。その他売却したい不動産をお持ちの方からのご相談もお待ちしております。遠方の方でもオンラインにて対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。最後にご覧いただいてのご感想をコメント欄に、チャンネル登録以上に高評価ボタンを押していただけると次の動画の励みとなりますので、ぜひポチッとよろしくお願いいたします。本日の一句、100均でアイテム揃えて見栄えよく。本日もご視聴いただきありがとうございました。